こんにちは、一人介護のりょうさんです。本日はワセリンは本当に効果あるの？についてお送りいたします。前回の動画でこんなコメントやご質問をいただきましたので、一部ご紹介させていただきます。うちはワセリンは褥瘡予防で塗っています。普通の布団で褥瘡ができたり治ったりの繰り返しでした。今はエアマットのオスカーを使用していて床ずれはできていないです。ボクシングの試合で目尻等をカットした折、ワセリンを塗っておりますが、傷には良いということでしょうか。確かに足裏にべったりとプロペトを訪問看護師さんが塗られますね。寝具が汚れないかなと思っていました。訪問入浴のヘルパーさんが新しい皮ができてきていますねと言われました。プロペトは塗るべきではなかったのでは。在宅介護が始まった時、おむつ交換の指導で陰部に必ずプロペトを塗ってくださいと言われました。これは正しいのでしょうか。私は毎回陰部洗浄をしてお湯だけで石鹸は使いません。その後お尻拭きで拭いて必ずプロペトを塗っています。陰部にプロペト大丈夫なんでしょうか。毎回塗る必要があるのでしょうか、とのことでした。プロペトとはワセリンのことです。こちらのご質問を頭に置いておきながらワセリンについてまとめていきたいと思います。次の順でお伝えしていきます。1、ワセリンは効果あるのか。2、誤解されやすい点。3、そもそもワセリンって何？ 4、具体的な使用方法、副作用、注意点。5、その他日常での使い方。それではスタート。1、ワセリンは効果あるのか。答え、あります。肌の表面に油膜を貼ってコーティングすることで皮膚の内側からの水分蒸発を防いで肌の乾燥を阻止します。摩擦など外部の刺激から皮膚を守って保護する効果があります。2、誤解されやすい点。ワセリンには薬効成分はなく抗炎症作用もありません。ワセリン自体に皮膚に水分を与える力はないですし、保湿成分が含まれているわけではありません。水分を補給する効果はないので、お風呂上がりや化粧水での保湿後など、肌が潤った状態で使わないと、本来の保湿効果が発揮しません。ですので、入浴後や洗顔後など、皮膚が湿っているとき、または化粧水や乳液などで肌を保湿した後、仕上げにワセリンを使用しましょう。3、そもそもワセリンとは。ワセリンとは石油を生成した保湿剤です。高純度、不純物が少ない純度の違いによって4種類に分類されています。黄色ワセリン、白色ワセリン、プロペト、サンホワイト。サンホワイトが高純度となります。生成度が高いものほど肌への刺激も少ないです。一般的に薬局やドラッグストアで販売されているものは不純物の少ない白色ワセリンです。4種類ありますが、保湿力自体に違いはないとされています。一般的に高純度のものほど値段も高いため、特に敏感肌ではない方は必ずしも高純度のものを使わなくても大丈夫です。敏感肌、アトピー性皮膚炎、赤ちゃんは白色ワセリンやサンホワイトがおすすめとされています。4、具体的な用途。おむつかぶれや靴ずれなどの摩擦によって引き起こされる肌のトラブルの予防。床ずれの処置。肛門周囲、骨の突出した部分、床ずれ、褥瘡がある場合、おむつ交換時などに発生する摩擦やずれの回避ができます。軽度の擦り傷や切り傷の処置、
使い方。例えば、目安は顔の面積であれば、米粒2つ分程度を手に取って、足りなくなったら追加する。ワセリンを手のひらに取ったら温めながら薄く伸ばして包み込むように軽く押し当てて使います。ただし床ずれや傷の処置は例外で医師の指示に従った量を使ってください。副作用と注意点。赤く炎症を起こした肌荒れやニキビなどはワセリンの油膜が毛穴を防いでアクネ菌が毛穴の内部で増殖して逆に悪化させてしまう場合があります。アトピー性皮膚炎や敏感肌の人が精製度の低い製品を使用するとかぶれやかゆみ、発疹など接触性皮膚炎を引き起こすことがあります。目の近くなどデリケートな部分に使用する場合や白色ワセリンでは皮膚がかぶれてしまう人にはプロペトが使われます。5. その他日常での使い方。花粉症や靴ずれ、ヘアケアにも使えます。花粉症の人は鼻の入り口や鼻の中に薄く塗ると花粉が鼻の奥に侵入するのを食い止める効果や肌や粘膜を保護する効果が期待できます。靴ずれ。ワセリンの滑りの良い油分が摩擦から肌を守って靴ずれを防ぐ効果があります。ヘアケアにはドライヤーの熱や摩擦から髪を保護してくれます。その他、ボクシング。ボクシングや格闘技で選手のお肌がテッカテカになっているのをご覧になったことはありますか？あれはワセリンを塗っています。格闘技でまぶたや額などを切ってしまうと目に血と汗が流れ込んで視界が悪くなるので危険です。この出血を止めなくてはいけません。興奮や運動、体が温まったことで血流が良くなり、広がっている血管を細くして止血しやすくするために血管収縮剤のついた綿棒で圧迫止血してからワセリンで傷口に蓋をしています。あくまで蓋の役割であってワセリンそのものに傷を治したり出血を止める薬効があるわけではありません。薬効とは薬の効果です。またワセリンの油膜でボクシングのグローブが滑りダメージを軽くしてくれる役割もあります。ボクシングのグローブ、硬くて痛そうですものね。おまけ情報ですが、出血がひどいと審判が試合を一時中断したり、最悪の場合出血を止めないと TKO 負けというルールがあります。今度格闘技やボクシングを見る機会があったらそんなことを思い出してご覧になると面白いかもしれません。さて冒頭のご質問ですが、おむつ交換の指導で陰部に必ずプロペトを塗ってくださいとご指導いただいたとのことですが、必ずという必要はないと思います。おしっこの管、バルーンカテーテルが入っている人や便が常に出る人、便秘で摘便しないと出ない人、寝たきりの人、歩ける人、体拭きや陰部洗浄、入浴の頻度、汗っかきで蒸れやすい人、乾燥肌の人、人それぞれ条件が違いますので、その人に適した方法で良いと思います。そして毎回陰部洗浄をされ、石鹸は使っていないとのこと。私も必ずしも石鹸を使わなくても良いと思います。目的は汚れを落とすことなので、落ちれば湯洗いで十分かと思います。私は父の便が出ると洗浄していますので、お尻拭きは使いません。もう何年も使っていませんが、何の不便もトラブルもありません。洗った後にティッシュや陰部を拭く用のタオルで水分を取って終わりです。お湯で汚れを洗い流しているのであれば、お尻拭きはなくても良いかなとも思います。拭いて擦れることによる摩擦も減らせるし、節約にもなりますので、一度試していただくのも良いかと思います。
試してみてトラブルが出るようでしたら、やはりお尻拭きは必要と考えてもいいかもしれません。お尻拭きはすぐに洗えない場合には重宝します。思い起こせば私も看護師の頃は便のお世話の時に当たり前のように患者さんのお尻をお尻拭きで拭いていました。先輩ナースから教わった通り行っており、周りの看護師も補助員さんも何の疑問もなく患者さんのお尻拭きでお尻を拭いていました。でも実際在宅介護になり、あれ？洗うんだったらお尻拭きで拭くことなくない？お湯でしっかり洗い流せば、ティッシュやタオルで拭き取れば事足りると思いました。またこんな印象深いエピソードがあります。ある患者様の便のお世話をさせていただいた時に、いつも病棟で患者様のお尻をきれいにする時と同じ感覚でお尻拭きを使ってきれいにしました。すると娘さんに、そんなに使ってもったいないと言われてしまいました。その時ハッとしましたし、すごく恥ずかしかったです。その時の私はだだくさに無駄遣いしたわけでもなく、他の看護師と変わらない量のティッシュやお尻拭きの量できれいにしました。普通に使ったつもりが、もったいないの一言で目が覚めました。自分も含め看護師は無頓着にティッシュやお尻拭きなどを使っている職業病でもあると思いました。もしかしたら患者様のティッシュやお尻拭きを豪快に使ってませんか？もしこれをご覧になっている看護師さんがいらしたら、一度お尻拭きの使用を検討していただけると嬉しいです。お尻拭きは安くはないです。患者にとって経済的に助かります。看護師だった頃の自分もそうでしたが、看護師はきれいにすることに意識がいき、患者さんの経済面までは気づかなかったりすると思いました。というわけで長くなりましたが、貴重なご質問やコメントありがとうございました。この情報が何かお役に立てると嬉しいです。そして最後に教えていただきたいことがあるのですが、ご視聴者様でこれから在宅介護を始める方で、用の量が多くてコスト面でおむつ購入に不安な方がいらっしゃいます。皆さんはどこでおむつ購入されていますか？その方は市から5000円ほどの現物支給がありますが、腎臓にカテーテルを入れているため、お医者様からたくさん水分を取るように指示があって、尿量が多くておむつがたくさんいるそうです。お安く購入できる方法や手段がありましたら教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。To fall for the last time. Picture